プレッシャーに負けちゃいましたね。負けたら終わりと思ってたんで。24時間はやばいっす、さすがに。寝ててもトイレしててもご飯食べててもそのことばっかり考えちゃうんで。東京オリンピック決まるこのワンマッチっていうのが決まったっていう時って、これなんかどういうふうに報告来るんですか？あの時はでも井上康生監督だったんで、井上康生監督に氷見で東京オリンピック行くからっていうのをインタビュー受ける前に井上康生監督の一室に行って言われた。これワンマッチ後？ワンマッチ後、もうすぐ。ワンマッチで決めるっていう形式って自分の中で予想ってしてました？あんな風になるとは思ってなかった。他の海外の大会で決めたりとかって思ってたけど、あんな風にね、行動感でまだ青道着を多分着て試合をした人がいないっていう、やっぱ歴史がすごいから行動感っていうの。でもそういう中で試合をしてっていうのはびっくりしました。ご自身的にはどうなんですか？そんなことせずともこれだろうって思ってたのか、いや確かに微妙だから白黒はっきりつけていや思ったのか。まあ微妙でしたよね。やっぱ僕の性格的にも白黒をはっきりつけたいからやりたいなとは思ってたから、その見てる人も応援してくれてる人とかにやっぱり阿部一二三だろうっていうのを見せたかったっていうのはありますね、あの試合で。ワンマッチ決まってから放出までってどのぐらいスパンってやったの？ 2ヶ月ぐらいじゃないですか。その間の生活とか練習ってなんかまたやばいですね。基本的に丸山選手が左組なんで、左組の選手としか練習してなかったし、ずーっと考えてましたね。どうしたら勝てるだろうみたいな。2ヶ月間ずっと決まってから。そこまで一人の選手に対して研究するってことってないっすね。ない。今はないです。ちなみにご自身的にはもう100勝てると思ってるものなのか、五分五分だって思ってるものなのか、もちろん勝つと思って言ってるでしょうけど。100勝てるとは思ってるけど、まあ、負けた時の想像というか、負けた時どうしようとかも考えますよね、やっぱり。でもあの時は負けるっていう頭はなかったか試合は24分の柔道史上長いね。ご自身の中でもそんな長い試合は10何分とかはあるけど24分はないです。当時言われたのがスタミナの丸山、パワーの長引県の長引く不利だなと思ったのかあります？全然ないですね。あの時は自分が一番強いと思ってたから、長引けば長引くほど何分でも試合したろうと思ってたんで、体力も全然残ってたし、20分過ぎてから時計見なかったんですよね、タイマー。20分ぐらいまでは長っと思いながら見てたけどでも20分過ぎてからもういいやと思って、勝負つくまでやってやろうと思って。会場ってシーンとしてもシーンとしてましたね、あの時は。えぐいっす、雰囲気が。だから歌が試合終わって超泣いてたらしいんですけど、例えばで言うと息できないみたいな、それぐらいやっぱり多分僕らの息の荒さみたいなのも多分あったと思うし、最後大内刈りで勝利、その時はそう終わったっていう感じなのか、これでオリンピック決まったと思うのが好きなのか、何が最初に来るのか。それで言うと確かにオリンピック決まったなっていう思いが強かったかなとはすごい思います。嬉しいとかほっとしたっていうのどっちの方が？あの時はダブルですね。もうほっとしたし嬉しいっていう感情が両方来た。僕試合で勝ってあんまり感情的にすぐになったことがなくて、東京もそうだしパリもそうだし、別に勝ってすぐ泣くとかはないんですけど、あの試合だけは号泣してましたね。抑えきれなかったかな、あの試合だけは。そこから東京オリンピックまでの期間っていうのはどういう風になるんですか？なんか代表の合宿みたいな。代表の合宿もあったし、めっちゃ追い込んでて、一人の選手とどんぐらいやったかな、40分45分ぐらいランドリして監督にもうやめとけって言って止められたこともあったし、なんかオリンピックに出て優勝するってなると練習でも自分自身をすごい追い詰めてたなっていうのはありますね。やっぱ直前のグランドスラムで優勝されて、そのままいい流れで東京オリンピックに行ったのかなと思うんですけど、オリンピックは開幕、柔道って早いじゃないですか。僕は2日とかですね。開会式で2日後ですよね。そうなると開会式の時は出れないですよ、テレビで見てるだけ。ちなみに柔道の2日目じゃないですか、で前の日に高藤選手が金メダルを取ったと思うんですけど、そういうのも見てるもんなんですか？優勝するときは僕計量する前で、計量会場で直久が優勝するのを見てた。泣きそうになっちゃって、計量する前にやべえと思って涙こらえながら計量したのを覚えてます。当日
は詩さんと同じ日だと思うので、詩さんの試合も気にしながら自分の方もやってたのかも。詩さんの方はあんまり。僕基本的には詩の試合は絶対見てるんで、どんだけやってても絶対見てるから気にしてますね。詩さんの試合見てるとかにすごい声とかって裏に出るいや声はあんまり出ないかな。強すぎるから詩が。結構安心して見てる。そうですね、安心して見てますね。東京オリンピックって決勝までの4試合全部一戦一戦覚えてるの？オリンピックだけは覚えてますね。1回戦はフランスっすよね。硬かったかな、僕自身が。でそれで釣りのオースト狩りでゴールデンスコアで1本勝ちしたい。危なげなくって感じですね。でも硬かったなっていうのが1回戦で、準々決勝かな、モンゴルの選手とやって残り20秒内ぐらいかな、それもオースト狩りで技あり取って勝って、次がブラジルの選手ですね。一本上で一本勝ちですよね。でジョージアですよね。決勝がジョージアで、あれオースト狩りで技あり取って、だからある意味全部投げてるんですよ。東京オリンピックもそう、パリもそうなんですけど、ある意味全部投げてて自分らしさは出たかなっていう、唯一無観客の方が嫌だったやっぱりそれもシーンとしてるんですよね。やばかったっすね。盛り上がってはないっすね、正直。やっぱパリはすごかったから。オリンピックの時って金じゃないとみたいなのが多分柔道の選手って結構あると思うんですけど、準決勝でメダル確定するじゃないですか、メダル確定とりあえずほみたいな準決勝で1回あるものなんですないっすね。メダル取ったなんか思わないっすね、あの時は。決勝の前にもう詩さんが決まってるじゃないですか、それで兄弟で同日に金メダル取るっていうのでめちゃくちゃモチベーションが上がるのか、そんなに。いや、上がります上がります。でも上がるけど、負けたらどうしようとか考えるけど、決勝戦ってあんまり負けたらどうしようとかならないです。準決勝とかの方がなるかも。でもそれで言うと東京の時って優勝するまで覚えてるかって言われると、そんなに試合の内容覚えてるけど、その合間ってあんまり覚えてないんですよ。ちなみにこの4試合やりましたけど、どの試合が一番きつかったみたいな。1試合目じゃないですか。やっぱゴールデンスコア入るってきついから、あの試合が一番きつくて、その他はそんなにきつくなかったって感じか。きついけどきつくない。兄弟での史上初の同日金メダル、日本中が大アベフィーバーになると思うんですけど、取った瞬間からメディア出演とかその辺ってなんか。いやでもやっぱコロナ禍やったからそんなに多くなかったかもしれないですね。金メダル取ってその日って普通に帰って普通に寝れるもんなんですよ。いや寝れないですよ全然。東京もパリも2時間ぐらいしか寝てないです多分。アドレナリン出てるからそれはそうなんですけど。オリンピック出場が決まった時と金メダル取った瞬間って LINE の量ってどのぐらい違うんですか？いやオリンピック優勝した時の方が全然。でもそれこそパリ優勝した時の方が多いかな。やっぱオリンピックって2回出ないとダメなんだなって改めてパリオリンピックで思いました。人じゃないと分かんない。いや出た人しか分かんないですけど、その知名度もそうだし何でもそうですけど、やっぱ2回出ないとは思ったけど難しいですね。さっきも出場の時にも聞きましたけど、金メダル取ってほっとしたという嬉しさの度合いは。東京の時はホッとした方が、歌が優勝してたからよかったって安心感が強かったけど、パリは嬉しさの方が強かった、ね、歌が負けてたから。ご両親とか親族の方どういう反応ですか？なんか多分そんな家族いないと思うんですけどお父さんお母さんは東京の時はすごい喜んでて、パリの時は多分複雑ですね。その歌も負けてるし、親族全員なんかいまいちな雰囲気です。僕が買ってイエーイなんですけど、やっぱ歌が負けてるからわーってなるとかで、それは辛かったですね。東京の時はすごかった。でもコロナ禍であんまり会えなかったんで、なんかあれですよね、難しいなと思います。その後の東京オリンピックは団体戦もあると思うんですけど、団体戦は東京は出場出てない、さしてない、出場してなくてもメダルっていうのはもらえる。じゃあ銀メダルもあるね、今めっちゃ思います。東京で金メダル取って団体の、パリでも金メダル取ったら4個金メダル持ってるんですよ、オリンピックの。やばくないですか？やばいなと思ってます悔しいですね。団体戦って56キロ級ないじゃないですか。でも団体登録されてるわけじゃないですか。あれってなんかどのタイミングでかける出ないですみたいな話ですめっちゃ裏側っすね。言ったことない、言っていいのかな。東京は出るかもしらへんぞみたいなとは言われてたんですけど、出なくて、パリの時はお前絶対出るからとは言われてました。
でもまさか決勝戦に出るとは思ってなかったかな。それはまた後ほどのパリ編で詳しくっていう、まあ、柔道競技が終わった後のオリンピックはどういうふうに過ごしたのか、なんかいろんな競技見に行けたみたいなのってあったんですか？いや全然ないです。多分無理でチケットがいるから僕らオリンピック終わってすぐ帰りました、東京。他の種目めっちゃこれ見たなとかありますか？僕クライミングは見た。野中美穂っていうんですけどが同い年でそれ見たし、野球もねやってましたよね。レスリングも見ましたね、東京オリンピック後ってもう街中歩けなかったですか？街中歩けないですよね、コロナ禍で。ああ、コロナ禍。そうそうで街中歩けるとなったらもう年末近かったからあんまりだから今みたいな感じはないです。東京オリンピックで優勝したけどコロナ禍もあって街中も出てないし、まあ、そんなあれ皮膚見たみたいなのにはまだそんななってないと思うんですね。じゃあここまで東京オリンピックまでをちょっともう超長かったけどね話したと思うんですけど、自分の中でこう東京オリンピックを振り返って改めてどういうこの多分東京オリンピックっていうのが僕自身の人生を変えてくれたし、これだけ強くなれたっていうのは東京オリンピック前の道のりが自分自身を強くさせてくれたなってすごい思うんで、結果良ければ全てよしじゃないけど僕は結果が全て出たから良かったとは思うんですけど、たとえでも結果が出てなかったとしても僕は多分このしんどい道だったりとか辛い1年自分にすごいプラスになってたかなと思うんで、まだまだ人生この先長いけど2019年から21年何十年っていう経験をした2年間かなとはすごい思ってます。東京オリンピックで優勝できたからとかじゃなくて、その経験が今の僕があるのかなっていうのはすごい思います。その2年間の経験を経て子供たちとか何かにこう悩んでいる人たちに対して難しいですね。いや超超追い詰められてたし、ある意味説得力ないなって思うんですよ。こう何かを伝えて、いや結果残してるじゃんだから言えるやんっていうのはすごい思ってて、で僕はすごい努力っていう言葉を大事にしてるんで、自分が納得いくまで努力したらいいのかな、これだけやったからいいやぐらい思えるまで努力したらいいと思います。中途半端じゃなくてやっぱり何事でもやりきるみたいなのは僕の信念なんで、それはすごい思います。熱っいやすごいいい話。いやいやいや熱っ。じゃあ次の動画では東京からパリに飛ぼうと思いますので、はい、パリ編で阿部姫でした。肩これ硬いしあんだけ熱いこと語った後にいやいや熱い話したからこそ硬くなっちゃうんですよ。じゃあパリ編で。